はじめまして、指揮者の木村光太郎です。まずは自己紹介からさせていただきたいと思います。僕木村光太郎は現在指揮者を生業としておりますが、生まれて初めて音楽に関わったのはバイオリンでした。バイオリンを始めたのは5歳の時でしたが、きっかけは NHK の窓際のトットちゃんという朝ドラを見ていました。その主人公が俳優の野村弘信さんでして、彼が屋根裏部屋でバイオリンを演奏している場面を見てかっこいいなぁと幼稚園生ながらに思ってバイオリンを始めたいと思い始めました。窓際のトットちゃんというのは黒柳徹子さんのお父さんのお話の物語です。日本で初めてのオーケストラのバイオリニストのお話です。野村さん演じる主人公がバイオリンでユーモレスクを演奏するのが、それがかっこよくて幼稚園生ながらにモテるんじゃないのと思ったのが始める動機になりました。ユーモレスクはこんな曲です。どこかで聞いたことがあるでしょう。僕は子供時代田川というところで育ちまして、田川の商店街の中にある楽器屋さんにバイオリンを習いに行きました。そこで出会った先生がバイオリンを教えるだけではなく、子供オーケストラの指揮者としても活動していました。7歳の時に子供オーケストラに入ることになるのですが、たまに先生が僕にオーケストラを指揮をさせてくれるんですね。それが楽しくてどんな風に楽しいかというと、オーケストラを自由自在に操ることができ、その魅力に取りつかれていました。その時指揮者になりたいなと思ったのですが、実際にどんな風に指揮者になるかは分からなかったので、指揮者になったのはそれから約20年くらい後になります。5歳の時から週に1回バイオリンの個人レッスンに通い、オーケストラの練習は週に2回、木曜日と日曜日とありまして、日曜日は練習が非常に長く1時から9時までと長丁場でしたが、楽しかったので長いなということはあまり感じませんでした。その時はまさか自分が音楽家になるなんて全然思ってもいませんでした。当時から個人練習はもう嫌で仕方なかったです。オーケストラではみんなと誰が一番上手に演奏できるか、誰が一番早く演奏できるかなどを競争したりできるので、とても楽しかったです。そこで養われたことは忍耐力です。練習をするっていうことが好きな人はなかなかいないと思いますが、我慢してやり続けることも大切だと思います。そしたら自分が思ってもみない形で道が開けたりすることもあると思います。教える側としては練習してこない生徒さんは大変だと思いますが、ぐっと我慢することも大切ですし、継続してやることの大切さ、褒めて伸ばす、このことはとても大切な気がします。自分が下手くそでもいいんですけど、好きだなと思ってやり続けるのはとても大切です。当時は情報がなさすぎて、バイオリンの演奏がどんな風だったら上手なのかさっぱり分かりませんでしたが、ある時上手な人の演奏を目の当たりにした時、これはこの人には追いつけないなと思いました。これが僕の挫折の第一歩かもしれません。それから時が進み高校生になります。高校生になると自分の進路を決めないといけない大切な時期です。正直自分の進路をどうするかなんて見当がつきませんでした。そんな時、高校の文化祭で吹奏楽部の演奏を聴きました。その時に初めて弦楽器と管楽器では違いがありますが、同世代がレベルの高い演奏をするのを見て、これは負けられないなというライバル心を感じました。そこからなんとなく音楽の道に進みたいと感じるようになりました。バイオリンはやっていましたが、別にバイオリニストになりたいわけではありませんでしたので、音楽に携われる方法としてバイオリンを使って何かできたらいいなと思いついたのです。高校生の時に感じていたのは、この先就職したりでいわゆるサラリーマンなどという毎日同じような暮らしで満員電車に揺られ、そんな生活は絶対にできないなとは思っていました。何か人と違ったことをやりたいなとは思ってました。今でもそうですが、言葉を認識するというところに自分なりに高い壁を感じます。しかし不思議なのは、音楽をするとその心の中にある言葉では伝えきれないような部分が伝えられるような気がして、それが決め手となり音楽の道へ進もうと決めました。それから音楽大学受験に向けて準備するのですが、音楽大学の受験にはピアノ、理論、歴史、音を聞いてそれを書き取る超音があります。どれもこれもやったことがないし、初めて耳にするものでしたので困難を極めました。今でいうところのスーパーレッド落ちこぼれ。しかし僕はプラス思考なので、諦めることなく毎日放課後夜中近くまでレッスンに通い、なんとか18歳の時に福岡教育大学芸術コースに
入学することができました。最初はバイオリンで受験するつもりでしたが、あまりにも受験するレベルにバイオリンが達していないので、当時受験のために習っていた先生からはどこにも受からないと烙印をなんと押されてしまいました。それでもめげることなく、やる気だけはありますと伝え、なんとか粘り強くついていっていました。そんな時、先生からビオラという楽器は知っているかと言われて、転校する気があればもしかしたら大学に合格するかもしれないし、卒業した後も仕事ができるかもしれないと言われまして、特にバイオリニストになりたいという希望もありませんでしたので、これはいい機会だなと思い、ビオラに転校することにしました。この時も心の底では指揮者になりたいなと思っていましたが、状況だけにそんなことは口にも出せずにいました。それから大学生活が始まり、卒業するのですが、大学生活の中でちょっとずつどうやったら指揮者になれるかが分かってきたので、仲間たちを集めて独学で指揮者への勉強を始めました。僕が卒業した芸術コースはなんと2016年廃止になってしまいました。福岡教育大学芸術コースは開設以来、ビオラ専攻生が僕しかいませんでしたので、芸術コース最初で最後のビオラ専攻生になってしまいました。芸術コースは九州で唯一国公立大学の芸術系のシステムのコースなので、今現在九州で国公立で4年生で音楽を勉強できるとこはなくなりました。ほとんどの方が知ることはないと思いますが、かなり大きな社会問題だと思います。九州で専門的に音楽を勉強できないのです。その後、福岡でも音楽大学を作ろうという動きもありますが、未だ実現はしていません。22歳で大学卒業後はフリーランスのビオラ奏者として数年演奏の仕事をしていました。活動していくさなか、オーケストラの演奏の仕事でたくさんの指揮者に出会い、指揮者になりたいという気持ちが強くなり、このまま言い出せないと一生後悔すると思い、ある指揮者講習会に行きました。その時の講師の先生から呼び出しを食らい、個別に指揮者になりたければ今やってることを全部捨てて俺のところに勉強しに来いと言われました。その時の先生は、お前の指揮の仕方はむちゃくちゃだが、受講生の中で一番でダントツオーケストラをいい音色で響かせることができるとなんと言われました。しかし全部を捨ててその先生についていくことができず、でも指揮の勉強をしようと思い、勉強できるところを探した結果、東邦学園指揮教室ならいけるかもしれないと思いました。普通にまた大学に行くとなると1000万以上かかるので難しいなと思いましたが、指揮教室はとても授業料が安かったので受験してみることにしました。指揮教室は単年度のコースで指揮を一から学べる環境です。受験では日本の名だたる指揮者たちがいまして、最後に何か言いたいことがあるかと言われたので、どうしても勉強がしたいので成績が悪いのは分かっていますがチャンスだけくださいと頼み込み、それがいいように作用したのかは分かりませんが、見事合格することができました。東邦学園を作った斉藤秀夫先生は日本人指揮者のパイオニア的存在で、その先生が作った指揮法協定というのは世界でも有名なメソッドです。斉藤先生はとっても癇癪持ちでヘビースモーカーで厳しい先生だったようです。この指揮法協定を僕は3年間で習得し、その時習っていた先生から免許皆伝と言われて卒業することにしました。芸術コースにいた時もこの協定は勉強したのですが、あまりにも指揮の芸術からはかけ離れたものだなと思っていましたが、実際に本場で勉強してみると本当に良かったと思いますし、勉強してなかったら今のように指揮はできていないと思います。何事もそうですが、無理だなと思うことがあっても思い切って踏み出してみると後から良かったと思えることがたくさんあります。僕は音楽家としてエリート的な教育を受けたわけではありません。その劣等感は今でもありますが、前向きに捉え、なんとか今こうして指揮者として活躍できています。才能がなくても道は開ける。次回は僕がどのようにして指揮者になったかをお話ししたいと思います。最後までご視聴いただきありがとうございました。さよなら。